お疲れ様です。チャスです。今回は楽天経済圏 vs ペイペイ経済圏、どっちがお得なのか話していきたいと思います。はい、まず楽天経済圏とペイペイ経済圏、どっちがお得？最近は楽天の解約やペイペイが Amazon に対応したこともあり、両者のメリットとデメリットが分かりにくくなっています。そこでこの動画では、両者をざっくりと比較して、どっちがお得なのか確かめていきます。はい、じゃあチャスクのプロフィールです。動画投稿とブログ運営をしているどこにでもいる一般男性です。チャンネルや SNS などは概要欄をチェックしてください。お金大好きなので副業や投資、節約などもしています。YouTube も好きなので動画の分析や検証もしています。ちなみにこの動画の構成はリベライさんを参考にしています。こんな感じで動画投稿をしているので登録や高評価をお願いします。では結論から言うと、やっぱり全体的には楽天経済圏がお得です。でも使い勝手や細かい部分ではペイペイ経済圏が有利な面もあります。なので両者のメリットとデメリットをざっくりと紹介解説していきます。楽天経済圏について、そもそも楽天経済圏とは簡単に言えば日常生活に欠かせない販売サイト、銀行、証券会社、スマホキャリア、ネット回線、電気などを楽天グループが提供するサービスで利用し、お得に生活することです。楽天経済圏にいると、楽天ポイントが効率的に貯まるため、複数のサービスを生活にうまく取り入れることで、家計を効率的に節約できます。では、楽天経済圏がペイペイ経済圏よりも優れていると思う部分を、ざっくりと紹介解説していきます。ただし、細かく比較するととんでもない長さの動画になるので、個人的に生活への影響が高そうな部分のみ抜粋しています。ご了承ください。楽天経済圏のメリット。普通預金金利が高い。楽天銀行は普通預金金利が 0.1% であるのに対して、ペイペイ銀行は 0.001% であり、その差は100倍です。例えば、100万円を預金していたら、ペイペイ銀行では10円金利がつきますが、楽天銀行では1000円も金利がつきます。長期的な使用や多額の預金だと、無視できない数値になります。他の銀行でも振込手数料が無料。ペイペイ銀行は、ペイペイ銀行へ振り込むときのみ、振込手数料が無料になります。一方、楽天銀行では、楽天銀行へ振り込むのは無料になることはもちろん、預金残高10万円という条件を満たせば、他の銀行でも振込手数料が無料になります。詳しくはこちらの画像を見てください。数百円のことですが、他の銀行へ振り込むことはたびたびあるので無料になるのは嬉しいポイントです。メリットその3、固定費を安く抑えられる。例えば楽天が提供しているサービスである楽天カード、楽天モバイル、楽天光などのサービス料金は楽天ポイントでも支払いが可能です。しかも楽天カードは月額利用料の 1% に対して楽天ポイントが付与されますが、ペイペイカードの場合は1決済の使用料に対してのみペイペイポイントが付与されます。つまり基本還元率のパーセントは同じですが、1決済ごとの端数分、楽天経済圏の方がポイントが貯まりやすいんです。たった数ポイントの違いでも、投資に使えば大きな差になります。このことから、ポイントが貯まりやすく、各種サービスで楽天ポイントで支払いが可能なので、毎月の固定費として支払う電気代や通信料金などを実質的に安くできます。したがって、固定費削減という点では、楽天経済圏の方が有利です。メリットその4、取扱いファンド数が多い。楽天証券はペイペイ証券と比べると、イデコや積立 NISA はもちろん、米国株、投資信託などのファンド数が圧倒的に多いです。さらに現金だけでなく、楽天ポイントを使って投資もできるので、投資未経験の方でも比較的気軽にチャレンジできます。また、楽天証券はクレジットカードへ紐付けもでき、楽天市場での還元率も上がるので、
楽天ポイントをさらに効率的に貯めることができます。メリットその後、楽天ペイは高還元率。外出時に楽天ペイで払う場合、通常払いで 1% 還元。楽天カードからチャージ後の後払いでプラス 0.5% の計 1.5% が付与されます。ペイペイの場合は、通常時 0.5% 還元であり、楽天ペイと同じ 1.5% にしようと思うと、毎月5万円以上を使うなど、厳しい条件をクリアしないと、還元率を 1.5% にできません。しかも、楽天ペイはお店が楽天ポイントカード加盟店の場合、さらに 1% のポイント還元が付与されるため、最大で 2.5% のポイント還元になります。楽天ペイは簡単に 2.5% 還元を得られるため、外出先でキャッシュレス決済を使うことが多い人にとっては大きなメリットがあります。メリットその6、ふるさと納税の種類が多い。楽天市場の楽天ふるさと納税の自治体数は、ペイペイと連携しているヤフーショッピングよりも圧倒的に多いです。選べる自治体が多ければ、幅広い値段や種類から好きな商品を選べるため、お得になりやすいです。北海道のじゃがいも、美味しかったです。さらに、楽天市場の場合は、セール時などに楽天ふるさと納税を利用してポイントをたくさん得ることもできます。メリットその7、楽天モバイルがお得すぎる。楽天経済圏の一番のメリットと言ってもいいサービスが、楽天モバイルです。つい最近、1ギガまで無料が、3ギガまで月額1078円に解約されましたが、それでも月額3278円でデータ使い放題は破格の料金プランです。ペイペイ経済圏でデータ使い放題を選ぶと、ソフトバンクの月額7238円のプランしかないため、約4000円の差になります。毎月4000円の差は高すぎます。しかも、20ギガまで2178円でも十分お得なので、楽天モバイルと契約するメリットはめちゃめちゃ大きいです。メリットその8、楽天光は月額基本料金が安い。楽天光はペイペイ経済圏のソフトバンク光と比べると、月額の基本料金が安く、特に1年目は大きな差が生まれています。楽天光は契約期間が長い制約がありますが、基本料金が低いのは大きなメリットです。また、両者の回線は同じフレッツ光なので、速度や品質に差はありません。そのため、楽天光の方がお得です。では、楽天経済圏のデメリットについて解説していきます。ここから楽天経済圏のデメリットについて解説していきます。キャリアショップが少ない。楽天モバイルのキャリアショップは全国で1000店舗ほどあり、ソフトバンクのキャリアショップは全国で2000店舗以上あります。今の時代、キャリアショップへ行かなくても各種手続きはオンラインでできますが、ネットに慣れていない人や初めて乗り換える人にとっては少しハードルが高いです。しかも楽天モバイルのキャリアショップは大半が家電量販店内にあるため、軽い相談だと行きづらいです。デメリットその2、サービスの見直し頻度が多い。楽天経済圏は今までがお得すぎたことによって、ポイント還元倍率やサービスで見直しが入る機会が多いです。最近起きた解約、もしくはこれから起こる解約については、この動画でもまとめましたが、先日も楽天モバイルの月額基本料金無料がなくなりました。動画を公開した2日後に解約が起きたので、タイミングはもう最悪でしたね。このように楽天は、最初にお得すぎるプラン&設定を発表からの解約の流れが最近頻繁に起きているため、楽天のお得なサービスで確信しすぎないことが大切です。では次は PayPay 経済圏についてです。そもそも PayPay 経済圏とは、PayPay は知っているけど、どこが運営しているのか知らないという人も意外といませんか？実は PayPay とは、ソフトバンクと Yahoo の共同出資で設立された PayPay 株式会社が2018年10月15日から提供している QR コード決済サービスです。
そのため、PayPay 経済圏では、ソフトバンクと Yahoo 両社のサービスを利用でき、最近は LINE との連携サービスも多いです。各社のサービスを利用することでお得に生活できます。したがって、ソフトバンク経済圏や Yahoo 経済圏、LINE 経済圏と呼ばれることもありますが、この動画では全部合わせて PayPay 経済圏と呼ぶことにします。では、PayPay 経済圏のメリットを解説していきます。ちなみに、こちらも生活への影響が高そうな部分のみ抜粋しています。ご理解お願いします。PayPay 経済圏のメリット。メリットその1。全国350万箇所のお店で利用可能。楽天ペイは利用店舗数を公表していないので比較はできませんが、PayPay を導入している加盟店は2021年12月時点で全国350万箇所となっています。セブンやファミマ、ローソンといった大手のコンビニで使えることはもちろん、クレジットカードよりも導入障壁が低いことから、中小規模での加盟店が増えています。私がよく行く個人居酒屋も、クレカは使えないけど、PayPay は使えるんです。なので、体感的にも、PayPay の方が楽天ペイよりも使えるお店が多いと思います。基本還元率自体は楽天ペイの方が優秀ですが、そもそもお店側が加盟していないと意味がないので、使えるお店が多いのは無視できないメリットです。メリットその2、PayPay クーポンや還元祭。PayPay はクーポンや還元祭を利用することで、購入金額が 10% 以上割引されたり、還元率が 50% 以上になったりすることがあります。一応、楽天ペイでも似たようなサービスをしている時もありますが、PayPay の方が頻度が高い上、利用しやすいキャンペーンが多いです。PayPay の還元のために、キャンペーン開催地域へ買いに行く人も見かけます。このようにクーポンやキャンペーンを利用すれば、楽天ペイよりもお得に買い物ができるため、基本還元率の低さも十分カバーできています。メリットその3、Amazon で使用可能。PayPay は2022年4月中旬から Amazon での支払いに対応しました。楽天経済圏の場合は楽天カードで支払うことが可能ですが、楽天ペイで支払うことができません。そのため、クレジットカードを持ちたくないユーザーからすれば、PayPay 経済圏のメリットが非常に大きいです。しかも、PayPay ポイントと Amazon ポイントの両方が得られるので、Amazon で頻繁に買い物をするユーザーには嬉しいサービスです。メリットその4、PayPay 関連サービスが便利。楽天ペイは銀行口座からチャージする場合、楽天銀行からしかできませんが、PayPay は各種銀行口座からチャージすることが可能です。また、PayPay にはカードレス ATM があるため、キャッシュカードがなくてもスマホアプリのみで取引ができます。このサービスは楽天銀行にはまだなく、PayPay 銀行のみとなっています。メリットその後、スマホ料金プランの選択肢が多い。PayPay 経済圏の場合、スマホの料金プランは、ソフトバンク、Y モバイル、LINE もから選ぶことができます。プランの料金はこんな感じです。楽天経済圏の場合は、楽天モバイルしかないですが、PayPay 経済圏の場合は、様々なプランから自分に合ったものを選べます。しかも、すべてソフトバンクの回線であるため、楽天モバイルよりも回線が安定しており、つながりにくくなる問題が起きにくいです。そのため、地下鉄などを使うことが多い人は、PayPay 経済圏の方が快適に生活できます。メリットその6、LINE との連携サービスがある。PayPay 経済圏は LINE と連携しているため、PayPay 加盟店で LINEPay が使える。LINE ポイントを PayPay ポイントで交換できる、などのメリットがあります。しかも、LINE には LINE ショッピングというポイントサイトがあり、経由して買い物をすると LINE ポイントがもらえます。そのため、LINE ショッピングを経由し、各種販売サイトで PayPay 決済をすると、実質 PayPay ポイントが2回もらえます。一応楽天カードで決済しても楽天ポイントはもらえますが、楽天ポイントは LINE ポイントと連携できないので、PayPay の方が使い勝手がいいです。メリットその7、各種請求書払いでポイント還元。PayPay 経済圏の場合は各種請求書払いで、
LINEPay と Visa LINEPay クレジットカードを使い、チャージ&ペイを使うことで 0.5% 還元が得られます。付与ポイントは LINE ポイントですが、さっきも言った通り、LINE ポイントは PayPay ポイントへ交換できるので、実質 PayPay ポイントが還元されるのと同じなんです。一方で、楽天経済圏の場合は各種請求書払いで、そもそも楽天ペイが使えません。一応楽天カードで支払いできますが、公共料金や固定資産税の場合は、還元率が 0.2% になってしまいます。したがって、公共料金や固定資産税の支払いでは、PayPay 経済圏の方が有利です。メリットその8。クレカなしでもそこそこお得。PayPay 経済圏の場合は、経済圏の中心が QR コード決済である PayPay なので、クレジットカードを持っていなくても、経済圏の恩恵を十分受けやすいです。一方で、楽天経済圏の場合は、経済圏の中心がクレジットカードである楽天カードなので、楽天カードがないと、経済圏の恩恵が十分に受けられないです。そのため、過去に散財した経験からクレカを作りたくない人や、カードなんてポケカで十分と考える人、全部スマホだけで管理したい人には、PayPay 経済圏の方がお得に活動できます。PayPay 経済圏のデメリット。ここからは PayPay 経済圏のデメリットについて紹介解説していきます。デメリットその1。経済圏に統一感がない。PayPay 経済圏は、ソフトバンク光、Yahoo カード、ebook Japan、LINEPay のように名前が様々であり、どれが PayPay 経済圏に該当しているのか分かりにくいです。楽天経済圏の場合は、すべて楽天〇〇と書いてあるので、これから経済圏へ入ろうと考えている人にも分かりやすいです。サービスの内容も大切ですが、分かりにくいとそもそも内容へ気づかないこともあるので、経済圏の恩恵を受けられないことがあります。デメリットその2、PayPay 証券がiDeCoや積立 NISA へ対応していない。PayPay 証券がiDeCoや積立 NISA に対応していないのは、無視できないデメリットです。一応、PayPay 銀行では積立 NISA に対応していますが、楽天証券に比べると取扱い銘柄が少ない上、iDeCo には対応していません。LINE 証券ならiDeCoを取り扱っているけど、やはり銘柄が少ない。でも資産形成のためにも積立 NISA やiDeCoが欲しい。そのため PayPay 経済圏でiDeCoや積立 NISA を無理して行うくらいなら SBI 証券やマネックス証券の口座を作った方がおすすめです。まとめです。楽天経済圏は PayPay 経済圏に比べて全体的にサービスの基本料金が安い上、ポイントが貯まりやすいです。しかも経済圏がわかりやすい。でも楽天経済圏は最初はお得だけど、後々解約することが多いので注意が必要です。一方で PayPay 経済圏は楽天経済圏に比べて PayPay 関連のキャンペーンが太っ腹な上、ソフトバンク、Yahoo、LINE が連携しているのでサービスが豊富です。しかもクレカなしでもお得です。でも PayPay 経済圏は基本料金や基本還元率では楽天に負けがちです。あとどこまでが経済圏なのかちょっとわかりにくいです。なので、全体的には楽天経済圏がおすすめだけど、一部サービスやキャンペーンなどは PayPay 経済圏を利用した方がお得です。というわけで、ここまでのご視聴お疲れ様でした。他にもいろんな動画をアップしていくので、チャンネル登録や高評価をお願いします。また、ブログや Twitter もやってるので、そちらもぜひチェックしてください。それでは、ご視聴ありがとうございました。